皆さん、黒みな、X ジェンダーです。X ジェンダーは、その日やシチュエーションによって性別に幅があります。そんな揺れ動く性別には、メンズファッションだけで対処するには役不足です。でも、一言でレディースを着ると言っても、素直に着たいものを着れるわけではありません。体格やサイズによって着れないものの方がうんと多いのです。うまく紹介できるかわかりませんが、現物の動画も交えて紹介します。まず、僕の体格からお話ししましょう。身長176センチ、昨日の体重が64キロ、ざっくり肩幅55、6、ズボンのウエストが60後半、デニムだと29インチ。裾丈は80センチくらいは欲しい。筋肉質ではありませんが、腕だけはしっかりしてます。最初にトップスから、だいたいこういう感じ、すべてメンズ。全体的に華奢な体格ですが、それなりに肩幅があるので、トップスにレディースが来ることはまずありません。たまにレディースでも、ラグランスリーブ、肩がないやつの形になっている服もありますが、どうせいろいろサイズ感が合わずに、結局見た目が窮屈になってしまいます。アウターは服の形によってはレディースも着れますが、やっぱりなかなか難しいところがあります。オーバーサイズにしても肩幅が変わらないことが多いので、まず真っ先にサイズ表から見ます。高身長向けのレディースのサイトから探すことが多いですが、ここでもやっぱりなかなか見つかりません。背が高いからといって肩幅は広くならないようです。アスリートの皆さんはどうされてるんでしょう？冬になれば肩幅をほぼ無視できるオフショルダーのニットなんかが使えるようになるのですが、夏の間は上は基本的にメンズが着ます。それゆえユニセックスは非常にありがたいです。次にボトムス、下ですね。反対に下はウエストさえ入ればいいので、ほぼ何でも着れます。デニム、スカート、ショートパンツ、なんか特殊なやつ。上で制約がある分、主にここで遊びます。今度はメンズが大抵ブカブカでサイズが合わないので、主にレディースが採用されます。仕事用に買うウェアも上がユニセックスで下がレディースです。デニムのみ昔から愛用してもうすっかり馴染んでいるメンズがあるのでそれを使っています。長らく新しいデニムは買っていません。あまり多くはないですが、脇やお腹を見せるときに使う用のインナーは大体レディースです。ただし肩幅を無視できるタンクトップ類のみ。ほとんどの場合、メンズのインナーは大きく脇が開いていて、逆に襟は首周りまで詰まっているので、デコルテを出したり脇を隠さないようなコーデには不向きです。スクエアネックで、かつクロップド丈のタンクトップは今のところレディースでしか見つかっていません。あと、基本レースやリボンがついているものは避けてます。これは単純に僕の好みの問題、あまり好きじゃないので。あとは、アクセサリーで雰囲気を整えれば完成です。特に選び方はありません。強いて言えば、耳たぶがちっちゃすぎてカイルイヤリングが少ないなくらいです。ピアスは開けません。そんな人の体に針を刺して穴を開けるなんて、そんな末恐ろしいことできませんよ。なんとなく男っぽさを消すのに帽子が有効な気がしているので頻繁に使っています。というわけで、夏はエクステンダーらしさは特にありませんね。ぐしゃぐしゃになっちゃった。だいたいどこかがひらひら風にたなびいて、その代わりどこかが閉まっている。こんな感じだと中性的でいられます。女性寄りの時は風の動きが増えて締まりが減る。反対に男性寄りの時は締まりが増えて全体的に硬派になるかな。スタイルが分かりやすい感じに仕上がるのは共通しています。僕の生命線です。一般的にスタイルが分かりづらいファッションの方が流行りやすいように思います。体格を選ばずに着れますし、それこそ男女関係なく様になります。中性さもそっちの方が演出しやすいように思いますが、僕が着ると着られてる感が出ちゃうので、あえて隠そうとせず、どこかしら体の線を出すことで、性別とあと全体的なシルエット、両方とものバランスを取るように心がけています。僕もファッションにそんな知識を持ち合わせているわけではなくって、セオリーとか低速なんかも全く知りません。流行りとかもそういうのも毛嫌いしてしまうたちなので、全部自分の好みとアドリブで決めています。
今回はレディースとメンズの服の合わせ方を紹介しました。僕が自分がマイノリティだと気づく前の、高校生の頃、メンズのファッションというものがとにかく嫌いでした。全部、横に大きいし、カラーバリエーションは少ないし、みんな同じの着てるし、その中で起こる流行りというのも、大嫌いでした。ただ、自分の性別について少しずつ知っていくにつれて、ちょっとずつ楽になっていきました。大勢の人の倍、気分に振れ幅があるのだから、メンズのファッションだけで対処するのは初めから無理だったんだと、そういう風に自分を許してあげられるようになりました。今でもたまにというかよく、自分の体格と着たいもののギャップに惑わされることが多いですが、よく考えてみたら全ての女性が等しくレディースを着れるわけでもなしに、性自認と体格はまた別の話です。仕方のない部分は割り切って着たいものを、似合うと思ったものを素直に着る、ただそれだけです。着たいと思ったものを着る、これってかなり素敵なことじゃないですか。お金さえあれば。着たい服は、もっとたくさんありますが、服しまう場所もお金的にも結構限界があるのでまだまだ、このへんてこりんな摩訶不思議な性別を乗りこなすにはまだ時間がかかりそうです。少しずつにはなりますが、こういった服関連の動画も上げていこうと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見ていただけたら嬉しいです。ではまた。サラダバー。